でこれなんですけど、完全に接着はしてないですね。仮止めです。流し込みをちょんちょんと2箇所程度で入れてあるだけなので、引っ張れば取れちゃいます。でこの形にして、要はね、これをこれで中全部真っ黒に塗っちゃって、サフェーサーでここも黒く塗っちゃって、でこれを一旦ここにでこのはめてやって、キャノピーフレームも乗せてやった状態で、キャノピーフレームを黒く塗ったとして、でこの上から白、ライトグレーでもいいんですけど、こう吹いてやると、フィギュア塗っとくのかって感じですよね。黒いところと白いところモノトーンに一回しちゃうと、それからまたばらして、でその白黒を目安に、フィギュアなんかも、色を塗っていくということをちょっとやってみます。まずこれを黒く塗らなきゃいけない。じゃあインストのね、とりあえず15番までだから、コックピットとエンジンのところですね。コックピットとエンジン、この部分まで、この部分の黒サフですね、塗っていきます。で使うのは、今あるのがサフェサガイアのサフェサエボブラックですか。これですね。今こんな風に塗ってますけど、当然お尻のとことか内の壁とか塗れないとこ出るので、それはぼかします。接着してないんでね、とりあえずこの形で塗れる部分を塗っちゃいましょうということです。でこの上からお天道様が光を当てる方向から白を拭いていきます。だからこの後その色を塗る時の目安ですね。どこを明るくしてどこを暗くしてやればいいかっていう目安をこれでつけるので、動いちゃった。ということをいつもやってます。そしてこれをね、もうばらして塗っていくんですけど、これは俺なんでくっつけたっけ。そっか、これはいいや、この状態で、上は上下は下でね塗っていけばいいと思うんですけど、で色の指定がほとんどグレーですね。で横のパネル、こんな感じですよ。これはリオ後ろの席ですね。
後ろの電子機器を扱う人の、シートなんですけど、それの両側ですね。でこっちはほぼこれはグレーになるのかな、19、12、色の番号はいちいち覚えてないんで、XF19 スカイグレー、12明快白色で、濃い黒っぽく印刷されてるところが黒だから、黒く残るのはそこだけなんですよ。で他は違う色になるんでね。で当然この形では塗れないので、これ仮組ですからね、外せますから。あとは個別で塗っていけばいいでしょう。この形にすればもう塗れるんじゃないかな。あとはこの上刃なんかはもう筆できます。ケーキ板なんかもグレーはエアブラシで塗って、メーターパネルは筆でね塗ればいいと思いますし、細かいところは筆でいきます。とりあえずこの形でグレーを、これらのパーツですね、グレーをの指示のところを塗っていきます。でパイロットとシートはね、インストの一番後ろの方なんですよ。その段階で塗ってもいいし、この段階でも今の段階で塗ってもいいし、そこは好き好きだと思いますけどね。今回はもう後に回します。楽しそうなんで、楽しみは後に回すってことですね。ちょっと古いエアクラフトぐらい見つかったんで、これを使います。コックピットの中はね、どっちみちこんなとこに塗るんで色味は変わるんですよ。その前にちょっと謎なのがここですね。ここのフラットブラック、これが露出しないと思うんだけどな、ここは。塗装指示があるんで塗っても塗らなくてもなんですけど、結局こう完全にただ確かにね、こうやって見るとこの隙間ってのが生じちゃうんで、そっからプラの色が見えるとまずいってことでしょうね。今はほら黒サフ塗ってあるから特にここフラットブラックに塗る必要はないです。一応マスキングしてね塗ったりゃいいのかなって感じです。こう見ると白がうっすらかかってるじゃないですか。そこは露出する可能性があるんで、こういう風に貼っておきますか。ジャパンキットの塗装指示とは違う位置になっちゃうんですけど、ここの指示なんだけども、実際はこうじゃないのかな。でこういう古い塗料を使う時は一応中混ぜる時に塗料を混ぜる時につぶつぶとか出てないかどうか確認した方がいいですね。もしつぶつぶ出てればそれは中で変質しちゃってるんで、そのままエアブラシで使うと詰まっちゃいます。その場合は触媒ね、触媒どこ行ったかな。溶媒触媒じゃなくて溶媒でした。この溶媒をほんの少し入れてやって、
で置いとけばそのつぶつぶはなくなりますから、その辺は気をつけた方がいいですね。とりあえずこれから塗っていくかな。これからね。で塗る場所はこの間この前に上からこう白を塗ったじゃないですか。でこんな感じで白っぽくなってますよね。こんな感じ。そこを狙って塗ります。ここの部分はねどんな風に塗っても隠れるから。で上からこう拭いてもいいんですけど、白を塗った時みたいにね。そうするとこの横の出っ張りのところにうまく塗ってくれるんです。こういう感じで。で上の方がこう影になってるんで、下の方をちょっと明るめにしてやると。この辺はどこまで明るくするかは好みですよね。こうメリハリをつけたいんであれば、もう出っ張ってるところをなるべく明るくして、この辺はちょっと暗く残しておくという塗り方がいいと思います。どっちみちね、例えばもう完全に全部このグレーで塗ったとしても、こう組み上げてこう置いてやれば影になるじゃないですか。でもその影になった時により暗く見せたいんですよ。ちょっと塗りながらお話をしていくと、48分の1の飛行機ですよね。実際見る時の光っていうのは、例えば太陽光の下で見れば一番あれなんですけど、仮に太陽光の下で見た場合に太陽の光48分の1にはできないじゃないですか。光が回り込んじゃうんですよ。だから光の調整をこの段階でしちゃうというかね、ちょっと言い方が難しいんですけどね。多分ここ隠れますよね。であとは左右合わせてみて、もうちょっとこの上の方を明るくしてあげる。下の方はもうちょっとグレーを塗った方がいい。左右のバランスを取りながら、残りのこの部分は筆で塗ります。これなんかは高温 XF19 なんで、これを見るとこことここ、今違う
こは影になって回らなかったところだけども、わあ、これ塗料もうちょっと真面目に黒塗ればよかったな。こうか。あ、隠れるね、ここは。隠れるようなとこは特に。この上が多分あれじゃないかな。多分ね、この上黒ってことはないと思うんですよ。こんな感じかな。でも塗料が回ってなかったところは隠れちゃうんで、ここに隠れるでしょ。これはもうほとんど影になりますね。だから上からこうやってやって、あとは軽くスンと塗ってやる感じで、そうするとここにシートが来るんで、でここにつくと、なのでこの段階で今白っぽいところにいっぱいのせちゃって、後ろもさっきと同じです。メリハリをつけてやるとね。あとはもう意識的に床の隅っこなんかを黒く残すような感じで、ただその床の隅っこがないから、この辺は完全に隠れますからね。でこの黒が乗っかってるところは露出しますから。でここはほらシートが来ますから、でしかもパイロット乗せるから、ほとんど全く影なんですよ。ペダルちょっと狙って塗った方がいいかな。この部品は後ろのコックピットの、右側の部分ですね。まあ下に多分これはヒューズなのかな、ずらっと並んでるんですけど、その上なんですよ。これちょっと見ていただくとこんな感じでデコデコっとやってやりました。ここね、多分布タイメックス、まあそんな感じのシートですね。クロスが貼り付けてあるところだと思うんですよ。そこは布っぽくしてやりました。あまりにもつるんとしてたんで、で塗るんですけど、まずはこれ2色なんですよね。この布の部分がちょっと緑っぽいグレーで、下はまあ他の部分と同じグレーですね。緑の部分がこのゴニゴニってなってるところが平べったいんで、そこを先に塗って、でそこをマスキングしてから周りのこのグレーを塗っていきます。
トブラックで、まあセミグロスブラックはこれはラッカーです。エナメルのセミグロスブラックがなかったです。まあグロスとフラットを混ぜて作ってもよかったんですけど、めんどくさい。でもいやらしいの奥の方が、まあ、置くように入れていけばとこの変なデコデコもうここにつける前にやっとけばよかったんだけどね。あとはもう細かい部分をちまちまと塗っていくだけなんで、まあお時間の方も結構いい時間になったと思いますね。じゃあ明日はこの続きからなんですけどね、メーターパネル今回はデカールでやろうと思いますんで、それも特にあえて動画に出すようなものでもないですし、やっぱりエンジンノズルの方までいけるかな。そのあたりまた、次の動画でお送りします。それではまた。